日本の外務省はウクライナ情勢について無頓着なのか、日本の学生を交流事業で送り出すという非常にバカな判断をしたようです。今日もまたウクライナ軍の反撃によってロシア各地で様々な施設が炎上しています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。2022年頃のロシア軍は一方的にウクライナ各地に攻撃を行っていました。その頃はロシア国内、特にモスクワ周辺においては戦争をやっているかどうかわからずに、日本人 YouTuber なども、いやー戦争なんか全く関係ありませんよなどという動画を盛んに出していたものです。しかし現状、明らかにウクライナ軍の反撃能力は日々高まっており、毎日のようにロシア各地で攻撃を受けて、石油関連施設や軍の施設や工場、インフラ施設なども炎上が相次いでいます。私のチャンネルの動画を見ている人であれば、そんなのほとんど毎日のように伝えていることから見飽きたという人さえいるかもしれません。しかし、現状日本国内においては十分にそれを理解していない人たちがいます。日本の大学生をロシアへ送ろうという判断を外務省が下したようです。その報道記事をご紹介しておきましょう。外務省、大学生のロシア派遣再開へ、侵攻で中断も人的交流は重要。外務省がロシアによるウクライナ侵攻以降中断していた大学生らのロシアへの短期派遣事業を8月から再開する方向で調整していることが分かった。日本は対ロシア制裁を継続する一方、昨年にロシアへの渡航制限を緩和した。外務省は日ロ関係は厳しい状況にあるが、中長期的な観点からロシアとの人的交流を続けることは重要だと判断したという。日本政府はロシア全土の危険情報をウクライナ国境周辺を除いて4段階のうち2番目に高いレベル3渡航中止勧告としてきた。ただ、2025年9月、レベル3を維持しつつもビジネスや留学などで真にやむを得ない事情がある場合の渡航や滞在を認めるよう緩和した。外務省は今回、15から20人程度の大学生らが8月、ロシア北西部のサンクトペテルブルグに約10日間滞在する見込みだとしている。今回の滞在先がサンクトペテルブルグだから大丈夫だなんていう判断はそもそも全く間違っています。確かにウクライナは民間施設に対する攻撃などをロシア軍と違ってやっていません。ですから、大学での人的交流であれば、まあ大丈夫だろうという見方をしているのも、そうしたウクライナ軍の方針といったものが影響しているかもしれません。しかし、その前の段階でそもそも今のロシアと人的交流を進める必要があるのかということを十分に考える必要があります。例えば日本政府がコウモリ外交やもしくはツートラック外交といったような、いわゆるどっちにもいい顔をしてなんとか交流を続けていこうという方針を取るのであれば、私はそれに反対します。そもそも現在のロシアは明らかに日本の国是である国際秩序を守る側の立場から考えれば、完全に反対の立場にある戦争犯罪を日々繰り返す圧倒的に秩序の破壊者です。なぜそのように相手側に言ってはいけないのか。先ほども述べたように、ウクライナ軍によるロシア各地に対する攻撃がどんどんと強まっている中において、もはやどこでも安全というわけではありません。そもそも狙った施設に向かって攻撃機を放ったとしても、それが必ず命中するわけではありません。例えば電子戦妨害によって行き先を見失ってしまうようなドローンが民間施設に落ちることがあります。さらには迎撃を行うために攻撃を行えば、それによって目的地にたどり着くその途中で墜落し、一般人が亡くなるという事故も当然関連事故としてはどうしても発生するからです。ですから必ず安全などということはそもそもありません。そして2つ目は、人的交流だから大丈夫というこの考え方そのものが間違っています。例えば今回の件ではありませんが、ロシア側は日本側に対しての対外諜報網というものを非常に重視しています。なぜならば、日本国内におけるスパイ防止法やその取締機関の力は圧倒的に弱く、ロシア側のスパイが自由に日本国内で活動を大いに行い、日本の情報を取るだけではなく、日本を拠点として西側陣営の情報を取るための活動拠点にされていることがすでに報道されています。このようなロシア側の政策というものを考えた場合において、わざわざロシアにやってきてくれる人たちというものは、ある程度ロシアとの親和性があると考えて、
これらの人たちとの人脈を築こうとするでしょう。それは一見して平和的な交流ではあるものの、その後どのような人脈を通じて彼らを自分たちの側へと引っ張ってくるかはわかりません。少なくとも、あの時会いましたねであるとか、あの時会った誰々の友達ですぐらいな感じでも、とにかく何らかの取っかかりを作ることによって、その後、学生らが中央官庁などの役人になった場合などにおいては、近づきやすい関係性というものを築かれてしまう可能性もあるのです。今回の外務省の判断は明らかに私は判断ミスだと思います。さて、続いてはウクライナ軍の反撃、様々な情報の更新を行っておきましょう。まず最初に取り上げたロシア西部全域に対する攻撃の中でも今最も激しいのが大型ドローンによる攻撃です。その一例として報道されているのが、わずか1週間でウクライナ軍側の大型ドローンの攻撃が約2000機に到達しているという報道が出ています。これらのドローン攻撃が様々な成果を上げることによって、現在ロシア国内における燃料危機や物流網の障害といったものも発生しています。こういった事情に関しては日本国内では広く報道されていませんから、知らない人の方が多いというのが現実です。残念ながらインターネット上で関心のある人たちにしてみれば当たり前に思うぐらいにウクライナ軍が連日攻撃していることを残念ながら多くの日本人が知らないというのが現実です。つい先日ウクライナ軍はロシア国内におけるアマゾンのような存在の小売販売物流網を握っている会社に対しての攻撃を行いました。非常に大きな物流倉庫に対する攻撃を2カ所行ったのですが、どちらについても火災はみるみるのうちに広がり、その炎上があまりにも激しいことから、ウクライナ側が主張しているような爆発物を含むものについても、もしかしたら倉庫に置いていたのではないかという話に信憑性が増しています。ロシア側は必死に消火活動に当たりましたが、施設の大部分については炎と煙のせいでかなりの被害が広がっています。そのため今回の攻撃を受けた倉庫はもはや使い物にならないとして、被害額の想定額は1500億円を突破しています。こうした大型施設というのは当然逃げ出すことのできないものですから、今後もウクライナ軍が連続的に大型倉庫を狙えば、ロシア国内における物流網は凄まじい打撃を受けることとなります。一方でロシア側は今回の攻撃に対する報復として、ウクライナの首都キーウに向けてのミサイル攻撃を行いました。基本的にこうした攻撃というものは連鎖的に続くものですが、少なくともずっと攻撃を受け続けてきたウクライナ側にしてみれば、またやってきたかというような具合で、その影響度は実はロシア側の方がより強く出ています。なぜならば、初期の頃はウクライナ側が一方的に攻撃を受けるばかりで、ロシア側の中ではこうした攻撃に対する免疫がまだ生まれていないのです。続いてウクライナ軍によるロシア側の海上物流網に対する攻撃、こちらもまた現在も継続されています。今日もまた十数隻のタンカーや貨物船に対する攻撃が実施されました。ウクライナ側の戦果発表に対しては公開情報を元にした裏付けなども取られています。主には攻撃を受けたタンカーなどが漂流状態に陥ることから、衛星写真などを元にして確認する作業が進められています。そうした確認に基づく情報によれば、アゾフ海では110隻以上、黒海では50隻以上、凄まじい数の船がウクライナ軍の攻撃を受けています。そしてこの影響というものは物流網に対する損害だけではなく、ロシア軍の部隊移動にも影響を与えています。そもそもウクライナ軍の大型ドローンが次々と船を攻撃し成功しているのは、これを阻むものが十分ではないからです。ロシア軍はこれに対抗するために前線近くに配備されていた防空部隊の中から迎撃ドローンを操れるような人たちをかなりの数後方配置へと切り替え始めたというのです。ウクライナ軍、ロシア軍どちらも攻撃用のドローンと迎撃用のドローンどちらについても開発競争を行っています。ロシア軍の方は攻撃に偏っていた中においても一応迎撃ドローンについても開発と配備を進めています。しかし前線においてはあまりにも攻撃偏重で守りのための部隊要員といったものは数少ないものです。そのような人たちを後方に下げるというのは前線における戦闘能力の低下につながるでしょう。ただ何もしなければ被害が拡大するばかりなのでやらざるを得ない手です。次にゲラシモフ参謀総長はプーチン大統領に対して現在東部戦線の戦いはロシア軍が非常に優勢であり
ドンバス地方を攻略するのも程近いものであろうというような報告を行っています。しかしこれには全くの嘘でたらめがかなり盛り込まれていると戦争研究所は発表しました。そもそも前線における戦いにおいて、ロシア側はここを占領した、ここを占領したというような動画などを次々と公開しているのですが、それらの地域、まだまだウクライナ軍が保有しているところがほとんどで、実際には戦場になってすらいないような場所も含まれていました。いわゆる生成動画による全くの虚偽動画といったものも紛れるようになっているのです。しかも、ゲラシモフ参謀総長が言うように、非常に優勢だというような話をしているにもかかわらず、ロシア軍の占領地の推移を見てみると、戦争研究所はロシア軍の占領地はむしろじわじわと減っているというような分析を報告しています。確かにロシア軍は東部戦線において攻勢を引き続き行っており、決して後退しているわけではありません。ところが、東部戦線以外の場所においては、ウクライナ軍が突き崩し、徐々に取り戻している集落などもあるのです。例えば、今週におけるウクライナ軍の発表においては、6つの小さな集落を取り戻したと発表しています。これらは大都市ではありません。しかし、小さな集落であろうとも、ロシア軍の前線における補充が効かない部隊は、徹底的に叩くことによって、その地域を保持することが難しくなっている箇所が次々と現れているのです。決して大規模な反攻作戦を行っているわけでもないのに、このように集落を取り戻せているというのは、少しずつではあるものの、ロシア軍の足腰を痛めつけていることの結果だと言えるでしょう。次に、ロシア軍の戦略爆撃機の破壊情報について、ニュースとしては戦略爆撃機を破壊することに成功したようだと報告されていましたが、実際の証拠についてはまだ出てきていませんでした。今回衛星写真を元にした分析によって、オシントがどうやら今回の攻撃は成功したようだと判断を下しています。確かに衛星写真を見ると、この戦略爆撃機がもう空を飛ぶことはできないでしょう。現在ロシア国内において戦略爆撃機の生産ラインは閉じている状態ですから、この機体だけではなく心臓機体についても今後現れる予定は全く立たなくなってしまいました。まだまだロシア側の爆撃機は残ってはいるものの、機体が破壊されると何が起こるか、ちょっとそこに面白い話題もあります。こうした単導機体が破壊された場合、その基地における整備士の数が人員削減を迫られることとなります。これは前線からの要望で、もっともっと突撃に使う兵士が欲しいから、ちょっとでも余剰の兵員があれば、すぐにでも前線に送りなさいというような話がロシア軍の内部で行き渡っているのです。ですから、戦略爆撃機1機がやられたイコール、この基地における整備士が何人か突撃兵として前線送りになる可能性があります。このようなことを繰り返していることによって、ロシア側の整備状態が悪くなるというのも、この後じわじわ稼働率の低下につながることとなります。ちなみに前回の動画で、プーチン大統領の侵略戦争に参加していた軍事ブロガーらの中から意見を翻した人たちが出ているというような話をしました。その人については精神病棟送りになったという話があったわけですが、その後も新しい逮捕者が出ています。今回逮捕されることになったロシアの軍事ブロガーの一人はゲオルギー・ザクレフスキー。当初はプーチン大統領を批判するような人が現れると、そういった人物に対して徹底的に攻撃を行うような人物だったとされています。しかし、ここ最近に来てこうした意見といったものを翻して、ロシア軍に関する虚偽情報を拡散した罪に問われています。この人物、もともとはプーチン大統領の侵略戦争に賛成していたのに、どのような意見へと変わったのか。記事によるとこのように意見が変わったとされています。ロシアの最大の敵はクレムリンにいる。ウクライナのドローンが中央地域を攻撃し、黒海艦隊は壊滅し、ロシア軍は2年以上も同じ陣地に留まっている。国民は死に、貧困に陥り、酒に溺れて死につつあるが、誰も気にかけない。彼らにできるのは移民を受け入れることだけだ。そしてこれらすべては、いわゆる大統領、偉大なるプーチンによって行われたのだと、ザクレフスキーは断言している。こういった発言というのが、ウクライナ軍によるロシアに対する反撃作戦に対する賛同者であるというような捉え方をして、ロシア国内の法律でテロ行為を正当化しているというように罪に問われたわけです。おそらく結果についてはもはや定まっているでしょうから、彼がこの後、有罪判決を受けるというのは避けられないでしょう。
基本的にロシア国内においてプーチン大統領を批判するというのは、ロシアの国内法に何らか抵触するような形で次々と逮捕されることとなります。ですが、ウクライナ軍の反撃を止められない以上、これからもプーチン大統領の政策に反対する人は次々と出るだろうと私は見ています。ただ、どこの国の独裁者であろうとも、黙ってこの状況を受け入れるというわけではありません。AFP 通信は次なる手としてプーチン大統領が子供たちに対する軍事教育をより強化しているという報道を行っています。ロシア、ウクライナ人の子供160万人を洗脳、軍人精神注入。現在ロシア軍はウクライナ領に対する侵略を行っており、その占領地域には逃げ出すことのできなかった人たちも非常にたくさんいます。プーチン大統領は占領地域についてロシア領であると一方的に宣言を行い、ウクライナ語の教育を廃止し、ロシア式へと切り替えました。そして、ロシア全土だけではなく、占領地域においても子供たちに対する軍事教育を強化しています。これは、子供たちが大人になったら軍へと参加するための下地作りを着々と進めている話であり、すでに占領地域では就職先に困った子供たちに対して積極的に軍へと志願するようにと斡旋が進められています。つまり、占領地の子供たちをロシア軍兵士として突撃兵として使おうという戦略です。こういった子供たちが少しでも犠牲になるのを防ぐためにも、ロシアによるウクライナ侵略というのはさっさと終わらせるためにも、ロシアに対する制裁を強化したり、ウクライナ側への支援を強化し、彼らの反撃能力を高めるということが、基本的には悲劇の減少へとつながるだろうと思います。そうしたこともあって動画の冒頭でも述べたような、ロシア側との人的交流をどんどんと進めようみたいな話は、私は今の日本政府の方針としては間違っていると思っています。皆さんは今回の話をどのように受け止めたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは地上波のニュース報道ではなかなか取り上げてくれないようなロシアによるウクライナ侵略そのアップデートを進める情報を紹介しています。ぜひともこのチャンネルで戦争が今どのように展開しているかを知っていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。